ミラクルミラクルときめく頑張るフォーチュンセラピスト言霊ライティングコンサルタントのここりです。ミラクル見習い中のなぎさです。こんにちは。こんにちは。はい、今日のテーマはですね、天命の見つけ方っていうことで、天命って何っていう方もいらっしゃると思うんですけど、天命って何って話、そして天命を見つけ方ですね。その話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして私たちからまずお知らせがあります。まずココリさんの方から。はい。セルフイメージを自分で、整っているかどうかをチェックできるテストを作らせていただきました。これは LINE アットに登録してくださっている方にお送りできる特典となりますので、よかったらぜひご登録ください。はい。皆さんぜひ登録しましょう。お願いします。はい。で、私は、インスタグラムでエンジェルカードを使ったリーディングを毎朝ストーリーに上げています。それは自分のためというよりかはもう見てくださっている方にのメッセージなので、ぜひインスタグラムの方見てみてください。お願いします。それと、チャンネル登録まだしてないよって方はぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。はい。チャンネル登録をしていただくと私たちが喜びます。あとは、チャンネル登録をしていただくと動画が迷子にならずにすぐいつでも見れますので。それって結構ね、特典というかメリットなんですよね。そうなんですよ。チャンネル登録してないと、どこに行っちゃったっけってなっちゃうので、はい。ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。はい。今日は天命の話。天命ですね。ココリさんいつも講座の中でも天命っていうことをたくさん、使われると思うんですよ。そうですね。で、私も、天命っていうのがよく聞くワードではあったんですけど、いざ天命って何って考えてみたら、なんだろうって思いまして、そうですね。で、今日はその話を聞いてみたいなと思います。まず、天命って何ですか？そうですね。天命というのは、自分が今世で成し遂げようとする一つの大きなテーマ、そして役割、生き方ということになります。これは、天の命と書くぐらいですから、天から授かっているそういうお役目ということもありますけれども、皆さんよく横文字でミッションっていうね、言葉聞いたことあると思うんですけど、使命ですよね。この世で果たす使命みたいな。ちょっとヒーロー感がありますけど。ありますね。そういう意味合いも含めて、今回の人生で自分がもらっているギフトとしての才能を使って、どれだけ活躍するか。そしてまた人生を楽しみ尽くすか。そのキーワードになるものが天命ということになります。それってなんか単純に好きなことっていうことではないんですかね。例えば、よく、YouTube とかでも見かける動画とかで好きなことを仕事にしよう。または好きなことを仕事にしちゃいけないとかいう、どっちなんだよっていうのが、私よく思ったりするんですけど、でも、好きなこと、単純に好きなことだったら、趣味っていうことになっちゃうじゃないですか。そうですね。でもこれがすごく実は重要で、私も実はその二つの、好きなことを仕事にしてよかったんだろうか。やっぱりやめといた方がよかったかなとか、思ったことありますし、やっぱりやってよかったなって思ったことももちろんあります。でこれはどういうことかというと、天命はやはり自分が時間を忘れて没頭できること。これが一つ大きな条件になるんですね。なるほど。そして、そこを仕事にすると、本気で好きですかっていうお試しが来るんですね。で、そのタイミングでしなければよかったってなることもあるっていうことですか？そうすると、もうこんな大変だったら、やめたってなると、それは天命ではない。そっか。じゃあ、それでも続けるっていうのがあれば、天命の可能性が高いっていうことですか？高いですね。そうなんです。だから、イコール仕事になりやすいっていうことですね。わかりました。と同時に、その仕事として活動してみたときに、ちょっとでも誰かや何かの役に立っている貢献性を持っているかどうか。
というか、貢献できてるっていうことは重要そうなんなんです。ですかね。そういう意味で生産的なリンクをしているみたいな感じですね。最近、Vlog を撮ってたりとか、この YouTube もそうなんですけど、結構映像を編集したりすることが多いんですね。すごく楽しいんですけど、なんか役に立ってるかなっていうのは、いまいち実感がなくてっていうのが、この前セラピストをやってたから、セラピストをやってた時って、もう明らかに手応えがあるわけじゃないですか。役に立ってるぞって。そうですね。だから、ちょっとまだ自信がないんですね。新しいことを始めたばっかりっていうのもあって。で、なので、貢献できてるかなってちょっと心配にいつもなるんですよ。なるほど。はい。そこは、やはり、始めてみて、少しずつ、進めてみたときに出会う人からの反応とか、あと自分自身の充実感、どういう人とリンクしていて、どういうふうに役に立っていそうなのかがキャッチできるようになってきたら、その積み重ねで、天命かどうかが見えてくるわけなんですね。なるほど。でもそれが、どこかで必ずそうでもない、そうでもない、っていうことにつながっていったらば、ご自身にも多分あれですよ。動機が見えなくなってくる。なんか飽きてきちゃったとか。そしたらそれはもう終わりでもいいのかもしれません。ただ私、成田さんの Vlog 大好きで見てますよ。なぜならば、すごくね、気持ちを穏やかにしてくれて、インスピレーションをもらえる動画なんですよね。嬉しいです。ありがとうございます。なので、そういうものが、コメントとかでね、もうちょっと発信できればいいのかもしれないんですけれども、必ず、ただ見てるだけの人でも、ちゃんとそうやって見て、いいな、また次も見たいなっていうふうに思ってくれる人がいる限りは、もうすでにそれは貢献してるってことになるんですよね。なるほど。ね、そうやって言っていただく人が一人でもいれば、なんか満足できる、私。だから。その気持ちも大事ですよね。はい。なので、皆さんもね、ちょっと天命について、一回考えてみると、ちょうどいいタイミングかもしれませんよね。時代の変わり目っていうことで。本当にそうです、そうです。自分が求められている役割だけをこなすとなると、人は不思議に、生きる喜びを感じにくいんですね。なんか、サラリーマンの人とかよく疲れちゃう。疲れてる顔してる人がいるっていうか、なんか頭に漬物石乗ってるのかな、この人っていうぐらいの表情をしてる方が結構多いような気がしてて、それってやっぱりそのせいなのかな。そうですね。はい。おそらくはそうで、もしそれでもその疲れが、自分の中に天命感があるお仕事や活動の中での疲れなら、漬物石ではないはずです。なるほど。ここに羽ついてるかもしれない。そうですね。タケコプターみたいな。そうですね。ちゃんと体の物理的な疲れさえ取れれば、また次にやってみたいこと、クリエイティビティな、その出来事にも遭遇するでしょうし、自分の中でインスピレーションが湧いて、トライアンドエラーしてみようっていう前向きな気持ちがやっぱり湧き起こってくるはずなので。なるほど。どんなお仕事でも、天命であれば、そういう、気力とか、そういうのが湧いてきやすい。そうです。そしてまた、運命からの助けが入りますから、いわゆる天界からの、やはり助け。これが必ず入るということは、成功の道筋に乗ってるってことにもなるので。なるほど。天命っていうぐらいですからね。そうなんです。だからいわゆる使命とはちょっと違う。似てはいますけどね。はい。ただし、使命感というものを持って、活動するっていうことももちろん天命かもしれない。でもそれは誰かの期待とか、オーダーに応えるだけのことだと、やはり漬物石が乗ってくる日があるかもしれない。なるほど。自分が自発的にやっぱり楽しさや、そうなんです。役割っていうかなんでしょう、役割意識、責任感みたいなものを、充実感を持って、発揮できれば、それが一番天命に近いということになりますね。はい。わかりました。じゃあ、その天命を皆さんも探しに行きましょう。探しに行きましょうじゃない。あるか。またある。なんかこれ同じようなやりとりした名前。デジャブ。自分の中で気づこう。そういうことですね。はい、ありがとうございます。